こんにちは、石川です。いつも私のチャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。終戦直後に2つの戦争を勝ち抜いた将軍。今日は第二次大戦終結後に2つの戦争に勝利した日本のある将軍についてご紹介します。この第二次大戦終結後に行われた2つの戦争とは、一つ目は玉音放送が放送された後に天皇の停戦命令を無視して4万人の在留邦人を守ったソ連軍との戦争。二つ目は台湾に攻め入ってきた人民解放軍との国民党軍を指揮した戦争になります。本放送の内容は2冊の本のレビューになります。2つの戦争を2回に分けてご紹介します。まず今回1冊目は小松茂郎著戦略将軍根本博、ある軍司令官の辛抱後人者です。それではゆっくりしていってください。在留邦人4万人の生命を救うために天皇の停戦命令を無視。根本博は旧大日本帝国陸軍の将軍で、蒙古現在の内モンゴルに駐在していた。終戦後日本と不可侵条約を結んでいた旧ソ連軍は停戦になるどころか大軍で武力侵攻してきた。根本はソ連軍がいかに略奪と陵辱と虐殺を民間人に及ぼすかを諜報によって痛いほど知っていたので、このままでは4万人の在留邦人の生命が失われると判断した。そして最強と言われた満州の旧帝国陸軍関東軍が玉音放送で武装解除にやすやすと応じてしまった傍ら、根本率いる中蒙軍は天皇の停戦命令を無視してソ連軍と戦い続け、在留邦人が逃げおおせる時間を稼いだのだった。根本博は仙台陸軍幼年学校から陸軍中央幼年学校、陸軍士官学校、さらに陸軍大学へと進んだ旧陸軍のエリート中のエリートだ。陸軍大学卒業後に中国大陸に派遣され、それ以後ずっと中国分野を担当してきた。1944年に中蒙軍司令官、つまり内モンゴル地区駐在の日本軍司令官に就任した。翌年1945年8月15日に日本は連合国軍への無条件降伏を受け入れたが、むしろそれを機にしたかのように日本と不可侵条約を締結していたはずのソ連軍の大軍は逆に満州侵攻に拍車をかけてきた。諜報機関から根本に速報が次のように伝達された。ソ連軍の戦車、装甲車、貨車合計600両ほどの大集団が外蒙国境を越え侵入、時速40キロのスピードで南下中。このままだと中国北東部の蒙古にいる無防備な日本人民間人4万人はソ連軍に略奪虐殺されてしまう。根本博は天皇陛下の停戦命令を無視してソ連軍と戦い続けることを決意する。天皇陛下の玉音放送に涙しつつソ連軍に徹底抗戦。耐え難きを耐え、忍び難きを忍びという玉音放送に根本博は涙を抑えきれなかった。しかし根本は気を取り直して張家口放送局に向かった。蒙古地区の現地司令官として自らの声で
次のようにラジオで放送した。私は上司の命令と国際法規に従って行動するか。法人の生命は私の命を懸けて保護する覚悟である。中毛軍の指導を信頼し、その指示に従って行動されるよう切望をする。その一方で、自分の指揮下の部隊に対しては次のように言命した。武装解除の要求を受諾した者は軍律に従って厳重に処断する。その理由のいかんを問わず、陣地に侵入するソ連軍は断固これを撃退せよ。それによって起こる責任は一切司令官の我が負う。根本が指揮した戦い方は極めて奇抜なものだった。ソ連軍の大軍に対して物量が10分の1以下と劣る自軍を正面切っては当たらせないゲリラ戦に近い戦い方を機下に命令した。まず敵軍を自らの懐に十分に侵入させてから火蓋を切るのである。自らの戦車隊をはるか遠くで相手に見え隠れさせるが、面と向かって戦闘はさせない。ソ連軍の攻撃が始まると野砲で威嚇し、一旦ソ連軍に突入されれば突如として果敢な白兵戦を仕掛けてソ連軍装甲車数十両を炎上させた。この根本機下の日本軍の不可解な戦い方のために、ソ連軍は日本側の陣容と兵力をつかむことができず、前進することができなくなってしまった。こうして終戦時に内モンゴルにいた在留邦人4万人はソ連軍の手にかけられることなく逃げ延びることができたのであった。本書戦略将軍根本博の著者小松茂郎1916年から1998年は読売新聞や東京新聞記者から第二次大戦に従軍した。小松は満州で電信隊に任務していたが、ソ連軍の捕虜となりシベリア抑留を経験して復員している。小松は従軍経験やシベリア抑留体験を執筆していくつかの本を上梓した。であるから本書はまさしく執筆者としてはこの上ない人材を得たように私石川には思える。著者は当時のさまざまな関係者に直に取材している。それは元関東軍作戦参謀、陸軍大佐、機関軍人引き上げ者の会などである。根本博陸軍中将は戦略というものが一体何なのかということを地質した将軍であった。根本博はソ連軍侵攻から中国北部在留邦人4万人の命を救った将軍として知られているが、それ以外にも戦後の台湾に密航して台湾軍を率いて侵攻してくる人民解放軍との戦いに勝ち抜いたという驚くべき経歴も持つ。このいきさつに関しては本書にも書いてはあるが、その台湾での部分を中心に書いた本が別にあるので、別途その本を次回紹介することとします。次回予告。根本は在留邦人が帰国した後で最後の引き上げ船に乗って復員した。その後蒋介石率いる国府軍、国民党軍と毛沢東率いる八路軍との間に激しい内戦が激化して、やがて国府軍は敗走することになる。国府軍敗走というニュースを聞いて、日本にいた根本は深い悲しみと義憤を感じていた。その根本にある日、国民党政府の立法委員から手紙が届いた。根本閣下のお力が
どうしても必要なのです。なんとか助けていただけないでしょうか。と手紙には書いてあった。根本は中共軍と戦うために台湾に向かうことを決意する。次回もお見逃しなく。チャンネル登録お願いいたします。今日はこの辺にします。それではまた。